厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は最もポピュラーな楽器、ピアノをご紹介します。ピアノの構造、ピアノの発達の歴史、代表的なピアノブランド、代表的なピアノの名曲、そして有名なピアニストなど、ピアノにまつわる情報をこの動画一つにまとめました。チャンネル登録をしてぜひ最後までご覧ください。ピアノはこの白と黒の鍵を指で押して音を奏でる楽器です。一般的にはピアノ椅子に座って鍵盤に平行に向かい、両手10本の指を使って鍵を押して演奏します。基本的にピアノの鍵は88鍵あります。88の鍵はそれぞれ異なる高さの音を出します。右の鍵ほど音が高く、左の鍵ほど音が低くなっています。隣り合う白鍵と黒鍵、黒鍵が間にない場合は、隣り合う白鍵と白鍵の間がすべて半音の音の幅になっていて、12鍵隣に進むと1オクターブになります。88鍵あるピアノは7オクターブ以上の音域を鳴らすことができます。これは他の楽器に比べても突出して広い音域です。しかも両手10本の指を駆使して同時にたくさんの音を様々なタイミングで出せるため、表現の幅がとても広い楽器なのです。ではどうして鍵を押しただけで音が鳴るのでしょうか。実は音を鳴らしているのは鍵そのものではなく、ピアノの内部にあるハンマーとピアノ線と呼ばれる弦なんです。私たちから見えている鍵は15センチ程度の長さですが、実は見えない内部にもこのように長く続いているんです。鍵を押す、つまり打鍵をするとシーソーのように奥が持ち上がる仕組みになっています。この動きに連動して大きく2つの機能が働きます。1つ目がハンマーです。打鍵のスピードに連動し、ハンマーが跳ね上がります。2つ目がダンパーです。ダンパーはピアノ線の上に接着していますが、打鍵とともに上に持ち上がります。鍵を押している間はダンパーが持ち上がり、弦は自由に振動することができますが、鍵から指を離すと、ダンパーは再び弦の上に接着し、弦の振動を防いで音が鳴らなくなるのです。この鍵からつながるひとまとまりの構造はピアノアクションと呼ばれます。一つの鍵につき一つのピアノアクションがあるため、ピアノ1台で使われるアクションの数は88個にもなります。続いて音の高さを決めるのがピアノ線と呼ばれる弦です。低音域になればなるほど弦は太く長くなり、高音域になればなるほど弦は細く短くなっています。また太さや長さだけではなく、音域によって本数も変わります。低音域は1本ずつですが、中音域から高音域の弦は2本や3本ついているものがあります。こうすることで細い弦でも大きな音量が出せるようになり、音の響きも豊かになるのです。モデルにもよりますが、1台のピアノにつき230本から240本ほどの弦が張られています。ハンマーが弦を打つことで鳴る音を大きく豊かに響かせるためのものが響板です。響板にはスプルース材というマツ科の木材がよく使われています。木材を使うことで弦に含まれる金属的なノイズを取り除き、明瞭で豊かな響きに変えてくれるのです。響板はピアノの音色を決める重要なパーツの一つなんですね。そしてこの響板と弦をつないでいるのがコマです。ハンマーによって弦が振動し、その振動をコマが響板に伝え、響板が音を豊かに膨らませるのです。響板の上にはフレームと呼ばれる鉄製の板があります。ピアノはオーケストラにも負けない音を1台で出すため、弦が強い張力でキープされています。この弦の張力を支えるために楽器の強度を上げてくれるのがフレームです。このフレームがあることで長時間弾いても調律が長持ちするようになりました。こうして鳴った音を客席に届けるのがピアノの屋根と呼ばれる部分です。屋根は音の飛ぶ方向を決めるメガホンのような役割を果たしています。そして多くのピアノには3つのペダルがついています。特に右と左の2つのペダルはよく使用されます。右はラウドペダルという音が長く響くペダルです。
ラウドペダルを踏むと打鍵に関係なく全てのダンパーが弦から離れます。そうすることで指が弦から離れても音が鳴り続けるのです。左はソフトペダルという音を小さくするためのペダルです。ソフトペダルを踏むとアクションが少しだけ横にずれます。こうすることでハンマーが弦と接する面積を狭めることができ、音量も小さくなるのです。ちなみにここまで話してきたのはグランドピアノについてですが、現在親しまれているピアノの中にはこのようなアップライトピアノと呼ばれるものもあります。アップライトピアノはグランドピアノと向きや構造が違う部分も多いですが、打鍵とともにアクションが動き、響板で音色を作るという点はグランドピアノと同じ仕組みになっています。ピアノが発明されたのは1709年、バッハやヘンデルらが活躍していたバロック時代のことでした。バロック時代に普及していた代表的な鍵盤楽器の一つがチェンバロでした。チェンバロは弦を弾いて音を出す仕組みの楽器です。そのため響きは比較的薄く、音量も大きくありませんでした。18世紀になると少しずつオーケストラの編成や音楽構成が大きくなり、より豊かな表現をするためにチェンバロの音量を大きくすることが求められるようになります。この流れを受け1709年、イタリアのクリストフォリという天才が発明したのが世界初のピアノです。音の小さいピアノも音の大きなフォルテも自在に出せるチェンバロということで、クラビチェンバロコルピアノエフォルテと名付けられました。クリストフォリは弦を弾く方式からハンマーで叩く方式に変更し、さらに様々な機能をアクションに付け加えることでハンマーのスピードを上げ、チェンバロでは出せなかった音量を実現しました。クリストフォリの作ったピアノフォルテを知り、1730年代に新しいピアノを作り始めたのがドイツのジルバーマンでした。ジルバーマンは優れた鍵盤楽器奏者のバッハから改良の指摘を受け、より音量が均一でタッチの優れたピアノを製作しました。古典派の時代に入るとドイツ、オーストリアを中心にさらにピアノは進化していきます。ドイツのシュタインの娘夫婦のシュトライヒャー、ドイツからウィーンに移住したバルターにフランスのエラール、そしてイギリスのブロードウッドらが日進月歩の改良を重ねていきます。それまで5オクターブだった音域は6オクターブ半まで広がり、音響もダイナミックになっていきました。モーツァルトやベートーベンらもこうしたピアノを愛し、最新の技術に触れ、その特性を遺憾なく発揮できる名作を数多く残しました。ピアノの普及後、加速度的にピアノの改良は進められてきましたが、大幅に性能が上がったのは19世紀半ば、ロマン派の時代です。この時代にはビルトゥオーソブームも相まって、さらに力強く素早く、より幅広い音域を打鍵できるピアノが必要とされていました。これによってピアノの様々な部品に変革が起こります。代表的なものがアクションの変化です。フランスのエラールがアクションの新しい構造を開発したことで、力強く素早い演奏に耐えられるピアノができました。またアメリカでは弦をより強く張るためにフレームを木材から鉄製に変更しました。特にアメリカのスタインウェイは32トンもの張力をキープできる交差背弦式と呼ばれる頑丈な鉄骨フレームの特許も取得します。そしてこの時代に弦の数も88弦と現在の音域まで広がったのです。こうした様々な改革により、ロマン派の時代に現在のピアノの基本的な構造が確立しました。ピアノの進化の歴史を見ても、ピアノの製造会社の努力がとても感じられたと思います。現在もピアノメーカーは数多くありますが、今日は世界三大ピアノと呼ばれるピアノメーカーをご紹介しましょう。まずはオーストリアのピアノメーカー、ベーゼンドルファーです。ベーゼンドルファーは艶やかで深みと伸びのある音が特徴的です。天才ピアノ制作者と呼ばれたウィーン生まれのイグナツ・ベーゼンドルファーが1828年に立ち上げました。創業から10年が経った1838年、作曲家で超絶技巧のピアニストとして有名だったリストがコンサートでベーゼンドルファーのグランドピアノを採用しました。
リストの演奏は情熱的で力強いことで有名で、コンサートでは何台ものピアノがリストの演奏に耐えきれず壊れてきました。しかしベーゼンドルファーのピアノはとても頑丈でした。リストの演奏に負けることなく、最後まで美しい音色を出し続けたのです。これに聴衆は熱狂し、リストもその後ベーゼンドルファーを使い続けました。その翌年、イグナツ・ベーゼンドルファーはピアノ制作者としては初めて宮廷及び王室御用達ピアノ製造技師の称号を受けました。イグナツが亡くなった後は息子のルートヴィヒがベーゼンドルファーを受け継ぎます。そしてベーゼンドルファーのピアノは国際的な評価を得るようになっていきました。続いてはドイツのピアノメーカーベヒシュタインです。ベヒシュタインは澄んだ水のような透明感のあるみずみずしく繊細な音色が特徴です。ベヒシュタインを立ち上げたのはドイツの楽器職人カール・ベヒシュタインでした。カール・ベヒシュタインはベルリン、ロンドン、パリの一流メーカーで修行を重ね、1853年ベルリンで小さな工場を開きました。カール・ベヒシュタインはドイツの指揮者でピアニストのハンス・フォン・ビューローやその師匠のリストなど超一流の音楽家たちと友人関係にあり、親交を深めていました。そして世界的なピアニストたちが表現したがっている音楽の世界を理解し、最先端の技術革新に取り組みながらその美学を実現させられるピアノを作ろうとしたのです。こうして創業から10年も経たずしてベヒシュタインのピアノは世界的な評価を獲得し、多くの音楽家たちを虜にしました。ベヒシュタインを愛したピアニストとして特に有名なのがフランスの作曲家ドビュッシーです。ドビュッシーはピアノ音楽はベヒシュタインのためだけに書かれるべきだと大絶賛。ドビュッシーの色彩豊かな音楽を完璧に実現してくれる特別なピアノだったのです。そして最後にご紹介するのがアメリカのピアノスタインウェイ&サンズです。スタインウェイのピアノは明るく華やかで光り輝くような音色と豊かな響きが特徴です。1853年、ドイツのオルガン製作者ヘンリー・スタインウェイが息子たちと共にアメリカに移住して設立しました。スタインウェイは新天地アメリカで数々の開発を進めます。先ほどご紹介した交差背弦の鉄骨フレームはヘンリー・ジュニアが完成させ、従来では成し得なかったパワフルなピアノを作ったのです。こうしてアメリカで生まれたスタインウェイシステムはヨーロッパのピアノ製造の常識を変え、現在のピアノの王道を作り上げたのです。スタインウェイピアノを愛するピアニストは数多くいます。晩年のリストやサン・サーンス、ラフマニノフなど超絶技巧を持つピアニストたち、ルービンシュタインやホロビッツ、アシュケナージやクラウディオ・アラウ、アルゲリッチやツィメルマン、バレーンボイムにポリーニ、ブッフビンダーら世界的なクラシックピアニストはもちろん、ラムゼー・ルイスやダイアナ・クラール、ビリー・ジョエルなどジャズやポップスのトップミュージシャンたちにも愛されています。この素晴らしいピアノという楽器の魅力を私たちに伝えてくれるピアノの名曲も数多くあります。今日は有名な曲や個人的におすすめしたい曲をいくつかご紹介します。まずはピアノ協奏曲というジャンルから3つご紹介します。1曲目はベートーベンのピアノ協奏曲第5番皇帝です。2曲目はチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番です。
3曲目はグリーグのピアノ協奏曲異端調です。これ以外にもピアノ協奏曲の名曲はたくさんありますので、別の動画でまとめてご紹介します。続いてピアノソナタというジャンルではベートーベンの作品が特に有名です。今日は第14番月光をお聴きいただきましょう。このピアノソナタについても別の動画でまとめる予定です。楽しみにしていてください。さて、ロマン廃校の時代には短いピアノ曲の傑作が数多く生まれました。まずはシューマンのトロイメライです。続いてリストの愛の夢第3番です。ショパンの革命のエチュードは芸術性の高い練習曲として人気のある一曲です。続いてブラームスのハンガリー舞曲第5番です。ラフマニノフの前奏曲 A 波単調も名作です。
ドビュッシーの月の光も人気の高い名作です。そしてラヴェルの亡き王女のためのパバーヌです。こうしたピアノの名曲もここでは紹介しきれないほどたくさんありますので、別の動画でまとめてご紹介したいと思います。ここからは歴史的に有名なピアニストもご紹介します。名ピアニストは本当に数多くいるんですけれども、今日はイギリス BBC のミュージックマガジンが2010年に発表した最高のピアニストトップ20のランキング結果をご紹介します。このランキングは著名なピアニスト100人による投票結果で、レコードなどの録音が残っている時代以降のピアニストから選出されています。まずは第11位から20位までのラインナップがこちらです。個人的にはギーゼキングのドビュッシーやグレン・グールドのバッハ、ケンプのベートーベンやシューマン、そしてツィメルマンのショパンは格別に感じますね。ではトップ10に選ばれたピアニストをご紹介していきましょう。第10位はイタリアのピアニストアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリです。リストの再来と呼ばれたピアニストです。少しのミスも許さない完璧主義で、それゆえかレパートリーも狭いのですが、残っている録音は今の私たちも虜にします。特にドビュッシーの演奏は唯一無二のものがありますね。第9位はアルゼンチン出身のピアニストマルタ・アルゲリッチです。現在存命のピアニストの中では世界一とも呼ばれるピアニストです。圧倒的な演奏技術に加えてレパートリーも広く、何を弾いても特別な音楽にできるピアニストです。日本でのコンサート機会も多いので、ぜひ情熱的な演奏を生で聴いていただきたいです。第8位はロシア出身のピアニストエミール・ギレリスです。完璧なテクニックと骨太の組み立てが特徴で、通称鋼鉄のピアニストと呼ばれました。厳格で品のある演奏で、私はベートーベンやブラームスなどの演奏がおすすめです。また晩年の演奏はより内省的になるなど、生涯進化を続けたピアニストでもあります。第7位はオーストリア出身のアルトゥル・シュナーベルです。技術よりも表現力に定評のあるピアニストです。技巧的に派手なタイプではありませんが、音色には品格を感じさせられます。代名詞と言われるベートーベンの演奏は絶品です。第6位はルーマニア出身のピアニストディヌ・リパッティです。透き通るような音色と気高く洗練された格別に美しい演奏が特徴です。現代最高のピアニストという呼び声も高く、特別な才能を持ったピアニストでしたが、なんと33歳という若さで亡くなってしまいました。そのため録音も決して多くないのですが、残っている作品はどれも宝石のようです。第5位はスイス生まれフランス育ちのピアニストアルフレッド・コルトーです。コルトーといえばテンポルバートとよく言われます。テンポルバートとは自由にテンポを変える奏法のことです。コルトーのテンポルバートは幻想的な揺らぎがあり、絶妙なバランスで成り立っています。一音一音の音色の美しさが映える演奏で唯一無二の魅力があります。第4位は当時のロシア帝国、現在のウクライナ出身のドイツ系のピアニストスビャトスラフ・リヒテルです。リヒテルは非常に高い演奏技術を持ち、緻密な技巧を駆使するピアニストでしたが、同時に演奏全体は雄大でダイナミックです。
リヒテルの演奏を聴くと壮大な世界観を高い解像度で見ているような感覚があります。特にピアノ協奏曲はどれも絶品です。さて、いよいよトップ3です。第3位は当時のロシア帝国、現在のウクライナ出身のピアニスト、ウラディミール・ホロヴィッツです。ホロヴィッツは20世紀最高のピアニストとか、史上最も偉大なピアニストと言われます。究極の演奏技巧と驚愕のパワフルさ、それでいて音色は表情豊かで美しい、聴衆の耳を釘付けにするようなインパクトのある圧倒的な演奏です。ホロヴィッツの演奏を聴いていると、なんとなく命を実感させられる気がします。間違いなく最高のピアニストの一人でしょう。そんなホロヴィッツを抑えて第2位になったのは、ポーランド出身のピアニスト、アルトゥール・ルービンシュタインです。ピアノの王様とも呼ばれる、こちらも20世紀最高のピアニストの一人に挙げられる方です。ルービンシュタインは派手な技巧を披露するのではなく、とても自然体で音楽を鳴らす印象があります。一つ一つの音は極めて繊細で美しく、聴いている間は時を忘れてしまうようです。ルービンシュタインの代名詞でもあるショパンの演奏はぜひ聴いていただきたいです。そして栄えある第1位は、ロシア出身のピアニストでもあり作曲家でもあるセルゲイ・ラフマニノフです。ラフマニノフの演奏の録音は今も残っていて、私たちも聞くことができます。古い時代の録音にもかかわらず、変幻自在なピアノの音色がよく伝わってきます。極めて高い技巧を要する曲も抜群の安定感で演奏しています。特にラフマニノフ自身が作った曲の演奏はぜひ聴いていただきたいです。甘いメロディーで作られた曲も厳しさと冷静さを感じさせる引き締まった演奏で、ラフマニノフの作品の解釈を感じることができます。ちなみにラフマニノフだけでなく、歴史に名を残す作曲家たちの多くは最高のピアニスト、鍵盤楽器奏者でもありました。バッハ、モーツァルト、ベートーベン、メンデルスゾーン、ショパン、リスト、サン・サーンスなどもビルトゥオーソとしてよく知られています。今日ご紹介した20人の他にも素晴らしいピアニストはたくさんいます。皆さんのお好きなピアニストはぜひコメントで教えてください。いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の紹介や有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！